こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業系のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして退職代行について解説をしていきたいと思います。最近、退職代行サービスというのが非常に増えているのは皆さんもご存知かと思います。この退職代行サービスが増加をしている背景、そして皆さんの会社に退職代行サービスから連絡があった場合の対応、また、こういった退職を希望する従業員が退職代行を利用せざるを得ないような職場環境というのは改善をしていかなければいけませんので、そのような環境をどのように改善をしていくか、皆さんの会社で安心安全な職場づくりを目指すための内容を解説をしていきたいと思います。まずは今回の概要ですけれど、退職代行サービスとはどのようなサービスなのか、何をするのか、そして退職代行サービスを利用する業種、そして年齢層はどのようになっているのかを見ていきたいと思います。そして皆さんの会社で退職代行サービスから連絡が来た場合、どのような対応をしたらよいのかというところ、大きくはポイントとしては2つ挙げられます。そして今後皆さんの会社で退職を希望する従業員が退職代行サービスを利用せざるを得ないような状況、職場環境というのは改善をしていかなければいけないかと思いますので、皆さんの現状の職場についてチェックをしていって、どのように改善をしていくかというところを解説していきたいと思います。まずは退職代行サービスとはどのようなものかですけれど、退職を希望する従業員の代わりに民間業者、労働組合、弁護士などが退職の意思伝達や手続きを行うサービスということになります。こちら自体は以前からもあって、ただメインは労働組合は弁護士が行っていたんですが、最近は民間業者による参入というのが非常に増えてきているというところになっております。では、この退職代行サービス、どのくらいの企業で経験があるのかというと、全体の 7.2% という形で調査結果が出ております。この 7.2% は内訳としてはですね、正社員のみの場合ですと 5.37% ということで、ほとんどが正社員の方が利用すると言えるかと思います。そして退職代行サービスを利用する業種に関しては 30% として1位小売業、そして2位が 20.8% で洗濯利用美容浴場業という形になっており、いずれもですね、顧客と直接接する B2C の業種が多いということが言えるかと思います。また、利用する年齢層ですけれど、表を見ていただきますと分かる通り、圧倒的に20代が多いということで、全体の6割を超える場合が20代が使っているという状況で、若手世代の従業員で、なおかつ B2C のサービス系の業種に従事をしている場合に退職代行サービスが使われやすいと言えるかと思います。そして、この退職代行サービスが増加をしている背景ですけれど、もちろん民間業者参入等によって退職代行サービス利用しやすくなった、やめやすくなったというところはありますけれど、それよりも企業として考えなければいけないのは、若手の価値観の変化と自分自身の会社の職場環境のギャップの有無といったところを考えてほしいと思います。最近の若者につきましては、我慢して働き続けるよりも無理をしない選択を重視する傾向があると言われております。そんな中でですね、職場で直接退職を伝えることが難しい場合にはですね、退職代行が現実的な選択肢として認識をされているという状況になっております。退職を伝えることが難しいという職場ですけれど、具体的にはですね、上司が高圧的、そして相談や意思表示をしづらい場合、また退職の申し出をした場合は、無責任だとか、裏切り者といった印象を持たれやすい、言われるかもしれない。そして引き止めや説得などを受けるのではないかという不安。これらがですね、若手にとって大きな心理的なリスクになっているとも言われております。そして
退職代行サービスを利用する理由の背景として多くなってきているのが、近年はハラスメント関係と言われております。もちろんハラスメントに関しては、防止措置義務というのが義務付けられておりますけれど、依然として特にパワーハラスメントに関しては減っていかないという状況で、業務指導や教育といった名目で行われる強い叱責や人格指定、過度な要求などが、ハラスメントとして、退職代行利用サービスというのを、増やしている、要因となっております。こういった場合はですね、静かにストレスを溜めていって限界を超えた場合、退職という形になっていきます。ではですね、皆さんの会社で退職代行サービスから連絡が来た場合、どのように対応するかというところを見ていきたいと思います。まずはですね、退職代行サービスから連絡があった場合は、この身元の確認をしてください。退職代行というのは大きく3つの形態に分かれますけれど、弁護士事務所や退職代行ユニオンであった場合ですね、団体交渉権というのを持っていますので、基本的には退職は決定事項として、あとは退職日の調整等を行っていただくということになります。一方、民間の退職代行サービスの場合には、団体交渉権はありませんので、基本的に会社は拒否をすることが可能です。ただしですね、退職代行サービスを利用する時点でもうすでに円滑な交渉というのは行うのは難しいと考えられますので、民間の退職代行サービスから連絡があった場合でも、強硬に拒絶をするよりも、依頼者、いわゆる退職希望者との橋渡しと考えていただいて、円満退職に向けて行動をするのが得策ではないかなというふうに考えております。そしてその上で、退職代行サービスに依頼をした従業員の方の本人確認というのを進めてください。そして次にはですね、従業員確認が終わったところで、その従業員本人の雇用形態の確認ということになります。こちらは有期なのか無期なのか、正社員なのかという形になりますけれど、基本的に従業員には退職をする権利があるという前提のもとで、期間の定めがない場合には、従業員はいつでも退職の申し出ができる。意思表示したところから2週間後には雇用契約が終了という形で法律上定められておりますので、期間の定めがない、従業員から退職希望があった場合、長く期間が経過してしまうと、自動的に雇用契約が終了してしまうという形になります。また、期間の定めがある場合には、従業員の側もですね、契約期間が満了するまでは退職ができないというのは原則ではありますけれど、ただし例外としてやむを得ない自由があるときは直ちに契約の解除をすることができるとなっておりますので、このやむを得ない自由に該当するのかどうかといったところになりまして、具体的にはハラスメントの有無等を確認をしてもらえればと思います。こういった状況で退職従業員の雇用形態を確認をして、その雇用期間の定めの有無で対応を変えていただくという形になりますけれど、こちらが済んでいくと、あとは退職届の提出をお願いをして、対応品があれば返却をしてもらって、退職届を受理をするという流れになっております。ですね、退職代行サービスを利用されないような職場環境づくりということで、皆さんの職場環境のチェックについて見ていきたいと思います。大きくは3つ、ソフト面、ハード面と仕組みと分けましたけれど、ソフト面としてはですね、相談しやすい雰囲気があるのかどうか、そして匿名相談窓口が設置をされているかどうかといったところを検討してもらえればと思います。やはりですね、このあたりに関しましてはハラスメントと絡んできますので、管理職への研修というのも非常に重要になってくる。また、匿名相談窓口に関しては最近は外部相談、外部機関を利用するケースも増えてきているといった状況です。またですね、ハード面としては長時間労働や休日出勤が常態化していないか、そして賃金計算、残業代は正しく使われているか、また有給休暇の取得というのはしやすいかどうかといったところですね。こちらは数値化できるかと思いますので、まずは実態の見える化、数値化を進めていって、その数値の改善に取り組んでもらえればと思います。また、仕組みとしてはですね、退職の手続きフローというのが明確になっているか、そして周知されているか、
そして新入社員、若手の退職代行利用が多いという点もありますので、新入社員へのメンター制度、フォローアップ面談等を実施をしているかといったところも確認をしてほしいと思います。また、メンター制度、フォローアップが終わった後でもですね、定期的なワンオンワンの面談というのも実施をしていただいて、ストレスなく働いてもらえる。そして、退職に関しても、引き止めや心理的なストレスなく退職ができるという環境づくり、また退職をした後はですね、スムーズな退職に対してのアルムナイ活動というところも進めていってもらえればと思います。では、自社の場合はどうしたらいいかといった部分ですけれど、こちらはですね、規模や業種等によって異なってきますので、やはりですね、職場環境改善をしていきたい、対応していきたい、自社の場合はどのような改善が必要なのかといったところ、気になる点があれば、まずは専門家にご相談いただければと思います。ご相談をいただいた上で、まずは情報収集が第一歩というふうに考えております。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。